こんにちは、あーです。グリーンマックス製エコノミーキットのクハユニ56組み立て動画後編。まずはボディを組み立てていきます。バリ処理を丁寧に行っていきます。バリ処理後は箱型に接着していきます。ボディの接着剤乾燥待ちの間に床板の加工を進めます。トレーラー車の台車には終電機構が備わった加藤の台車を使用します。加藤の台車の終電板が通る位置に穴を開けていきます。横長の穴が必要なため左右に3箇所ずつピンバイスで穴を開けます。2mm の電動ドリルで穴を広げつないでいきます。穴を広げるのはカーブで台車が首を振り終電板の可動域確保が必要なためです。穴開けを終えた床板は下側を黒で塗装します。上の車内側はグレーのままにしておきます。塗料が乾いたら床下機器を取り付けていきます。タミヤのセメント白キャップで接着します。クハユニ56は床下に水タンクがあるのでこちらも接着します。次は床上に台車からの終電用の銅板を取り付けていきます。床板に開けた穴を塞ぐ形で銅板を固定していきます。床板に瞬間接着剤を塗布して銅板を接着します。今回は瞬間接着剤を使用しましたが、この後のハンダ付けで接着が外れてしまったので銅箔テープなどでの固定の方が安定しそうです。次は前後の台車からの終電を統一化するために銅板同士を銅線でつなぎます。まずは銅板にハンダを持っておきます。続いて持ったハンダに銅線を固定していきます。この銅板に銅線をハンダ付けする際に瞬間接着剤の固定が外れました。銅線をハンダ付けした後で再度瞬間接着剤で床板に固定しました。このことから接着剤固定より銅箔テープなどでの固定が良いと感じました。接着剤固定していない車端部側を銅箔テープで固定しておきました。車両後方は銅板を曲げて車端部で立てておきます。折り曲げた箇所を銅箔テープで固定しておきます。この折り曲げた部分が室内灯への導電ポイントとなります。では次は作成しておいたライトの組み込みとなります。ライトを固定する箇所にハンダを持っておきます。持ったハンダにライトをハンダ付けしていきます。ライトはヘッドライト用、テールライト用をつないで終電を1箇所にまとめています。不格好ですがハンダ付けしてライトの組み込み完了です。通電確認のために台車を取り付けます。では通電テストを行います。パワーユニットのディレクションスイッチを切り替えて前進と後進でのヘッドライト、テールライトの切り替え動作も確認します。通電、点灯、前進、後進の切り替えすべて問題なしです。次はボディを取り付けて前回作成した銅鋼アクリル板を通しての点灯状態を確認します。
ライトと前面のテールライト用プリズムの間にアクリル板をはめ込み、ライトには遮光用にプラ板で組んだカバーをかぶせます。この状態で点灯テストを行います。無事テールライトの点灯を確認できました。まだ光漏れがありますが、アクリルでの導光は成功です。次はヘッドライトの確認です。屋根に取り付けた加藤の旧型黒電用ヘッドライトの導光プリズムと組み込んだ LED の位置からの導光を確認します。屋根をかぶせてみた感じでは問題なさそうです。次はボディと屋根を接着して室内灯組み込み準備へと進みます。屋根の接着にはタミヤのセメント白キャップを使用します。今回の屋根パーツも反りがかなり強い状態です。車両中央部の屋根が浮き上がってくるため、セメントの乾燥待ちの間はマスキングテープで屋根を固定しておきます。接着剤乾燥待ちですが、ヘッドライトの確認をしてしまいます。ボディと屋根に隙間があると光漏れが起きますが、問題なさそうですね。ボディと屋根の接着が完了したので、室内灯を組み込んでいきます。室内灯に使用する COB テープライトを屋根裏に貼り付けるため、取り付け位置を再確認しておきます。作成した照明ユニットの銅板と床板に立てた銅板が接触する位置に室内灯を取り付ける必要があります。室内灯を貼り付けたらボディと床板を合わせます。ボディと合わせたら実際に通電させて点灯を確認します。銅板同士がきちんと接触維持できていれば室内灯が点灯します。では今回組み立てた旧型黒電をレイアウトに入線させましょう。前からクハユニ56、クモハ51、クハ68、クハ55、クモハ41。床板とボディは接着固定していないため若干前後にずれていたりします。そのため連結間隔が一定でない点は今後の改善点ですね。では実際に走らせてみましょう。室内灯の点灯と同時に走り始めました。
ライト周りの備えがないグリーンマックス製のエコノミーキットですが、試行錯誤しながらのライト導入工作は楽しいです。ファニー56の組み立て動画後編はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。